こんにちは、うぷ主です。さて、ついに、モーショントレスについて、ですが、基礎操作の説明と違って、人によって、やり方が千差万別。うぷ主も決して、上手ではありません。でも、モーショントレスってどうやるのか、さっぱりわからん。な人のために、モーショントレスの、手引き、という感じで、ざっくり説明します。まず、トレスの元になる動画を、準備するよ。MMD で読み込める動画の保存形式は、AVI のみ。しかし初心者が第一にぶつかる壁がこれ。AVI 形式の動画なのに、MMD に読み込めない。エラーが出る。なぜ読み込めないのか。コーデックでググると答えが見つかるかもしれない。間違いなく AVI なのに、MMD で読めないのは、あなたの PC にそれを読むためのものが入ってないからかもです。ちなみに、動画をエンコードして AVI にする場合、必ず FPS、フレームレートは30にしてください。元動画は29.97とかになってることがよくあると思いますが、絶対30にしてください。だから基本、落としてきたそのまんまを使うことはできないでしょう。エンコードツールで FPS30 の AVI ファイルを作ってください。これを怠ると、トレスがいい具合に進んだあたりでずれてきて軽く死にたくなります。ご注意を。さて、元になる動画の選び方ですが、プロモーションビデオや激しいダンスの動画を選びたくなる気持ちはわかる。ですが、モーショントレスしやすい動画とは、この2つの条件を満たしているものです。例えばアイドル歌手の PV などでは、顔を映すためのバストアップなどが多くなりますが、これでは、その時足がどういう動きをしているのか、全くわかりません。トレス元に一般の PV は、ほとんどなく、踊ってみた動画をトレスする人が多いのはこのためです。ですが、とりあえず練習として何かを作ってみたいなら、好きなダンスを選ぶのが一番です。モーショントレスに最も大事なのは、モチベーションの維持であると言っても過言ではありません。大好きなダンスを選びましょう。たとえ、それが、茨の道でも。さて、動画の準備はできましたか？画質は、いい方がいいですが、あまり重い動画だと、MMD が重くなることがあります。注意。背景、AVI ファイル読み込みから、動画を、読み込みます。それと、音楽があるなら、音楽ファイルも読み込みます。メニューバー、ファイル、から、ウェブファイル読み込み。そして、トレスを手伝ってもらうモデルに、登場してもらいましょう。実際問題としては、なるべく、ヌードに近い、つまり余分な装飾がついていないモデルの、方が、正確にトレスを、しやすいです。例えば、ロングスカートやコートの、モデルだと、スカートの下で足が妙なことになっていても、わかりにくい。でも、とりあえずそういうのは置いておいて、大好きなモデルを選ぶのがいいと、思います。あらかじめ、顔を笑顔にしておくと、作業のモチベーションが上がります。いわゆる、ご機嫌肉さん、です。では、作業を始める前に、ど素人の皆さんに、優しい説明。左下、小豆色のモデル操作パネルってやつに、注目。ここの、カメラ、照明、アクセサリー、っていうのを、選択している時出てくる画面は、カメラや照明効果を、つけるための画面。ここではモデルのボーンを操作することは、できないよ。モデルを読み込むと、そのモデルの、名前が選択肢に現れて、その子のボーンや表情を、操作できる画面に切り替わります。モデルの画面でボーンや表情を、つけ、カメラ、照明、アクセサリー、で、ステージやアクセサリーを読み込んだり、カメラをつけたり、エフェクトを、つけたりします。ボーンどこを、とかって、あわあわしないようにね。ではまず一番最初に、踊りが始まるところのポーズを、作ります。左にある黒い表みたいなやつ、フレーム操作パネル、です。フレーム、とは、一枚の画像のこと。フレーム操作パネルにある、緑色のライン。ここが、今 MMD の、画面に映っているフレームです。上のとこの不統合マークを、押すか、キーボードの矢印キーの右左を、押すと、フレームが一枚一枚切り替わっていきます。緑の線が、移動していくのがわかりますね。この動画では、この辺からダンスが始まるようです。フレームを選択し、このフレームにこのポーズを登録しましょう。ボーン操作は、基本、体の中心に近いボーンから設定していくと、良いとされています。1番はセンター。このポーズは、特にしゃがんだり、上に、伸び上がっていたり、左右に、傾いたりはしていないので、とりあえずそのまんまにしときます。次は下半身か、上半身か、足相形。うぷ主は、足相形を、先に決めることが多いです。左足相形を、右下の、移動アイコンで、前に出し、とりあえず仮置き。エンターして、フレーム登録。右足相形を後ろに持っていき、
回して、チェック。つま先立ちになっていますが、これを簡単に作るには、まず、足愛形を選択し、シフトキーを押したまま、つま先愛形を選択。すると、足愛形とつま先愛形が、同時に複数選択され、かつ、つま先愛形を動かせる状態になっているので、つま先愛形を回転させてあげると、ほら、簡単に、つま先が地面についたまま、かかとが上がった状態に。足の位置が決まった。でも、正しいはずなのに、なんか落ち着かないポーズ。回してよく見ると、今のこの状態、重心が、後ろに行っちゃってて、かなり不自然。とりあえずセンターを移動の、Z アイコンで、前に動かしてあげましょう。こんなもんかな。これでなんとか、普通の立った状態の、重心に。でもまだなんか落ち着かない。その理由は、前に出た、足の、裏が、ちゃんと地面についてないから。足回りを作る上で非常に大事なのは、接地感。これができてないと、地に足がついてない、ふわふわしたモーションになっちゃいます。じゃあ、どうすればいいの？とりあえず、下半身ボーンを、ちょっと回してあげる。これで結構、落ち着いてきた。でもなんか、トレス元と微妙に、足の向き違うよね。とか思うなら、足ボーンや膝ボーンも、動かしてみよう。そのものの位置は動かせない足ボーンと膝ボーン。こんな時に活躍します。ただし、慣れないうちは多量は禁物。要所要所で、使いましょう。それでもまだ、足先の向きが、気になるようなら、足愛形は、移動だけじゃなく、回転もできる。足愛形選択、ショートカット X で、ハンドル出して。これでどう？つま先愛形でもいじれるんだけど、あんまりおすすめしない。つま先愛形と、足首ボーンは、いじらないのが得策。つけ始めるとドツボにはまります。ただし、バレエのモーションなどでは別。足の向きは、足愛形の、回転でつけましょう。上半身は、気持ち前かがみかな？適当、エンター。ボーン動かしたら、エンター忘れずに、後で直すにしても、フレーム登録してないと、意味がない。間違えても、元に戻す。テイクラでも、戻れるし、キーも削除できる。ボーンを動かしたらエンターする癖を、つけること。全体をチェックして。それにセンターを、ちょっとだけ下げてあげると。やっと人間っぽくなってきました。さて次は腕かな。肩下がってるので、肩ボーン下げて。腕も下げて。手首はこんなか。よし、いいぞいいぞ、と、自分で自分を盛り上げる。さて右腕作ったら、左腕もほとんど、同じポーズだよね。いやそりゃ厳密に言えば微妙に、違うけど、あんまりこだわらなければ、シフトキーを押しながら、肩、腕、肘、手首を、複数選択。もちろん、左のフレーム操作パネルの、文字をクリックすることでも、選択できる。その状態で、ボーン操作パネルの、コピー、そして、反転ペースと、すれば、そのままボーンの動きが、左右反転できちゃいます。ただし、この状態ではフレーム登録されてないので、忘れずエンター。もちろん、フレーム登録したキーを、フレーム操作パネル上で、複数選択して、コピー、反転ペースト、なんてのも、できます。これだと、フレーム登録はすでにされているものを、コピーしてるので、エンターは必要なし。さて、こんなもんかな。回してみると上半身は、上げた方がいい気がしたので、ぐっと胸を張らせる。そんで首です。首ボーンと頭ボーン。二つあると、どっち動かしたらいいのか、迷うよね。首は基本的には、あまり大きく、動かさないのがいいのかも。首を激しく動かすと、他の、モデルにモーション流用したとき、首の長さや頭の大きさが、違うモデルだと、ろくろ首になってたり、破綻に目を背けたくなったりします。特に、女性モデルは基本、頭が大きく首が短く、肩幅の、狭いモデルが主流。女性モデルで作ったモーションを、頭が小さく首が長く、肩幅のある男性モデルに、移すと、アウトとなることが、よくあります。だから、女性モーションを、男性モデルで使うときは、その辺チェックして、直して、
使ってあげようね。ちなみに肩も同様、女性モデルは、肩があって泣きがごとしのものが、多く、肩ボーンの動きも小さめだったり、ないモーションすらあったりする。それを男性モデルに使うと、肩だけベコンとへこんだ悲しい姿になる。これも、気づいたら、直して、使ってあげようね。さらに、目の大きさも、男性モデルは基本小さめ。大きな目が可愛いミクさんで、つけた表情データを男性モデルに、流用すると、目の動きが大きすぎて、白目になったりしちゃうことがあります。これも、気づいたら、イカ役。手が埋まったり浮いたりするのは、よくあること。腰に当てているはずの手が、浮いちゃってたり、ハートが作れてなかったり。あと、女の子モデルはお口が小さいので、データをそのまま写すと、こんなことになってたり。特に、が大きくなってると厄介。メニューバーのフレーム編集、表情大きさ補正、で、直してあげよう。ウプ主も、直し忘れて、あわわってなります。カメラで写ってるとこだけでいいから、直してあげようね。話を戻します。まあとにかく、首は、ほんの少しの上下左右をつけるだけにしとこう。基本は頭で、つけてあげよう。少し顎を引いて、エンター。まあこんな感じじゃね。これでいいんじゃね。そう思ったら、ボーン操作パネルの、すべて、選択。で、モデルのボーンを、全部選択した状態にして、エンター。すると、キーがずらっと並び、このフレームにこのポーズが、指先一本までがっちり固められたことになる。この行動のメリットに関しては、後で説明します。忘れず、すべての親、のキーだけ削除しておこう。この後は、次につながる動きを作っていくわけですが、今回はこの辺で。それでは、また、ごきげんよう。